ヒトラー暗殺計画、ドイツ将校42回目の失敗です。皆様こんにちは。宇治原実です。日本を元気に。日本人の美徳チャンネルです。ヒトラーが全権を掌握した時代、ドイツ軍をはじめドイツ国民は熱狂的に独裁者ヒトラーを崇拝していたかに見えます。しかし暗殺計画がなんとドイツ国防軍から起こりました。7月20日事件と呼ばれる大規模なヒトラー暗殺未遂です。直後に大量の粛清が行われ、ヒトラー政権は急速に敗戦に向かいます。戦勝国は戦後、彼らの勇気ある行動を隠蔽します。本日も3つのポイントでお話しいたします。1つ目、7月20日事件について。1、計画の内容です。1944年6月、連合国軍がノルマンディ上陸作戦を成功させ、さらに東部戦線によるソ連軍の大攻勢により挟み撃ちとなったドイツの劣勢は明らかでした。もはやアメリカ、イギリスと講和を結び、ソ連に守ってもらうほか、ドイツの生き残る道はないと考えた黒いオーケストラ、つまり暗殺計画の高級士官の呼び名ですが、ヒトラー暗殺計画を急ぎます。この頃のヒトラーは一切の和平交渉を拒否し、講和を求める発言をした者は即左遷、戦術的一時撤退さえ許しません。ヒトラー暗殺だけが恐怖政治を終わらせる唯一の手段でした。42回にも及ぶ暗殺計画の最後となった未遂事件です。暗殺の実行はフォン・シュタウヘンベルク大佐。彼は前年アフリカ戦線で負傷しており、国内参謀予備軍に配属されました。身体障害という理由で彼だけがボディチェックなしでヒトラーに近づくことができる人物でした。1944年7月20日、総統大本営で実施された爆薬によるヒトラー暗殺と引き続き発動したワルキューレ作戦によるクーデター暗殺計画は一時は成功したかに見えましたが失敗に終わります。いくつもの不運が重なりました。爆破された大本営です。中央にヒトラー、赤丸が死亡した4人です。爆弾の入ったカバンと机の足の位置で失敗しました。拡大図です。カバンが足からずれて置かれていましたが、誰かがカバンを奥に押し込んでしまいました。そこで爆破、ヒトラーは難を免れました。2、反乱鎮圧作戦、ワルキューレ作戦と粛清です。ドイツは占領地から数百万人の捕虜や労働者をドイツ国内に連れてきました。彼らが反乱を起こした時の対策として、ワルキューレ作戦が立案されます。反乱が発生した際、ドイツ国防軍、親衛隊を含め、すべての武装集団を予備軍指揮下に置き、限界令を布告。全官庁、交通、通信手段、放送局、軍法会議の設置まで、すべてを掌握するという計画でした。グループはこのワルキューレ作戦を逆手に取ります。作戦の発動権限を握っていたのは、黒いオーケストラのメンバーであるオルブリヒト大将。彼らはヒトラー暗殺後、ワルキューレを発動し、それをクーデターに利用して、国内の実権を一気に掌握する計画を立てたのでした。ヒトラー暗殺未遂の後、ワルキューレ作戦が発動されたことでヒトラーは1対3に過ぎないシュタンフェルグの単独行動ではなく大掛かりな背景があると察知、7月20日特別委員会がゲシュタポ局に設けられます。400人の捜査チームによる逮捕者数は9月末までにドイツ全土で7000人に上り、国家反逆罪で200人が処刑されます。そのうち46人が貴族出身を含めた高級軍人です。その中には国民的英雄のロンベル将軍がいます。彼はヒトラーから自殺を勧告されました。これ以降、もはやヒトラーに助言するものはなく、情報も不都合なものは届かなくなります。敗戦の一途です。3、ヒトラーの声明と国民の反応です。彼は国民に直接自身の健在を告げます。広範な層にヒトラーへの同情と無法を起こしたグループへの激しい怒りが湧き上がってきます。ヒトラーがラジオ談話で煽った背後からの卑屈な陰謀という言葉がそのまま国民感情に受け入れられました。この時期になるとドイツの敗北を大方の国民は予測していました。ただその一方で幾度も暗殺をくぐり抜けた恩寵、つまり強運を持った総統ヒトラーだったら何とかしてくれという儚い望み、あるいは最終勝利の奇跡にすがりつく思いもありました。ヒトラー人気は衰えないまま終戦を迎えます。この暗殺が失敗したため、それまでの死者総数を上回る数百万のドイツ兵が犠牲となり、何十万のユダヤ人が虐殺され、大都市は完璧に破壊されました。写真はドイツの都市ドレスデン爆撃の後です。そのため、戦火の中を気の身気のままで東プロイセンをはじめ、東部の居住地を追われ、ドイツ本国の西部を目指す総数1200万人のドイツ難民の悲惨な逃避行です。
赤軍やレジスタンス部隊の報復にさらされ、途中で命を落とした人々は200万人にも及ぶと言います。引用は以上です。日本でも敗戦後の満州引き上げがあまりにも悲惨であったと同様です。ここからはヒットラーに抵抗した人々、反ナチ市民の勇気とは何か、対馬達夫著中央新書からも引用させていただきます。二つ目、戦勝国が7月20日事件を隠した理由です。1、戦勝国にとり彼らの存在が不都合でした。英米軍政部は反ナチ運動を否定する方針を取りました。英米両国の最上武装は戦時下に停戦を求めて接触してきたグループのいたことや、ヒットラー排除を目指す彼らの反ナチ運動の裾野の広さをよく知ってはいましたが、それらは伏せられました。あくまでヒットラードイツが内部の敵対勢力の力なしに無条件降伏したという事実だけが必要とされたからです。絶対的な戦勝国としてドイツに臨むことが重視されました。この方針は占領政策にも踏襲されました。ドイツ人抵抗運動を認めると、非ナチのより良いドイツの存在を認めることになり、その代表として生存者たちから占領方針と異なる要求が出されるのを恐れたからです。ドイツが無条件降伏をしたことにすれば、戦後占領政策を有利に進めることができるからです。2、戦勝国が抵抗運動に関する証拠を隠蔽。占領軍は手がかりになるような一切の証拠を徹底して回収隠蔽しました。そのため抵抗運動の調査研究の大きな障害になりました。抵抗の事情を知るドイツ人たちもその実態を明らかにする資料を失ってしまったのです。したがって数百にも及ぶという非合法抵抗グループの存在は今も不明のままです。占領軍は解放した強制収容所や絶滅収容所の凄まじい非人道的な実態に大きなショックを受けていました。そこで英米の占領政策にはドイツ人全体を悪者だとする集団の罪の追及に集約しました。それでこれに反するもう一つのドイツが存在しては矛盾することになるのです。これは明らかな戦勝国の都合だと言えます。勝てば官軍、歴史は常に書き換えられることを忘れてはなりません。3、捏造の弊害はナチズムを反省する根拠を逸した。国家の責任や罪を問うほどに個人の責任や罪を曖昧にするものはありません。反ナチ抵抗運動の人たちが求めた贖罪や自制の態度とは反対に、審査された人たちは責任をヒットラー個人に転嫁して自分の責任には口をつぐむだけとなりました。その一方でナチ犯罪を阻止しようと命がけの反ナチ活動は無視され隠蔽されました。抵抗者たちの反ナチ行動が何であったのかをドイツ国民に示し、それと向かい合わせることは自制を迫るきっかけとなったはずです。しかしその存在すら隠蔽されたため、ニュールンベルグ裁判が大方の国民には単に戦勝国による一方的な勝者の裁きという不満だけが渦巻くことになってしまったのです。反ナチ抵抗運動が背後からの卑屈な陰謀であるとする当時ナチが作ったイメージが国民大衆に残されたままでした。彼らとその家族の名誉回復は遅れたのです。その一方で若者たちによる白バラ抵抗運動は終戦直後から若者の純粋な運動として評価されたのです。戦後の混乱と極度の窮乏からやがてドイツ経済は回復していきました。ようやく掴んだ不安のない生活にしたって道徳的に都合の悪いことを忘れようとしていたのかもしれません。その意味では大多数の人々にとって反ナチ抵抗運動が単なる国家の裏切りとされていた方が心安らかでした。引用は以上です。三つ目、歴史は戦勝国の都合で書き換えられる。1、戦勝国はドイツ同様、日本の指導者が残忍、非道、極悪であると宣伝しようとしました。戦勝国はドイツを裁いたユルンベルグ裁判と同じ論法で東京裁判で日本を裁こうとしました。サイズの合わない兄の服を無理やり弟に着せるようなものです。しかし、後半の初めから思惑が外れたのです。日本の弁護団副団長の清瀬弁護人は主張しました。平和に対する罪と人道に対する罪、これはドイツの罪状ですが、事後法であり、裁判管轄権がない。つまり、この裁判は無効と訴えたのです。ウェブ裁判長は返答に困り休廷としました。数日後書いて後日答えるとして最後までごまかし通しました。マッカーサーが要請した米国の弁護人たちは彼の思惑に反して日本を熱烈に弁護したのです。それはアメリカ本国で聞いていたことと事実が大きく異なっていたからです。弁護士魂を発揮したのです。ブレイクニー弁護人です。原爆を投下した者がいる。その者たちが裁いている。戦勝国の身勝手な裁判の矛盾をつきました。飼い犬に手を噛まれるとはこのことです。法廷は凍りつきました。
裁判長は通訳と即興を止め、記録に残さないよう懸命でした。ドイツではナチスの幹部は私には罪がない。命令に従っただけです。と幾度音に弁明したのに対し、最高責任者として起訴された東條英機は、私は無罪である。しかし、敗戦の責任は負うと、戦争の正当性を主張しつつ、死を覚悟した答弁で終始圧倒しました。しかし、力技でねじ伏せた判決でした。2、自国の歴史を取り戻す作業。ドイツではやがて自国の歴史の見直しが盛んに行われます。良い点も悪い点も等しく向かい合い、自国の歴史を取り戻していきました。その陰に、ドイツの良心と言われる命を懸けてユダヤ人を守り、ナチに抵抗した名もない多くのドイツ市民の勇気がありました。彼らのぶれない国家観や倫理観がドイツを今も支えています。一方、戦後の日本教育により、日本人の歴史観が歪められてしまいました。日本は侵略戦争をしたひどい国だ。謝罪し続けなければならないと。日本が自国の歴史を取り戻そうとすると、歴史修正主義者と隣国から非難されてきました。しかも海外にまで発信し続けています。戦後77年も経ちますが、未だに他国に影響されています。内政干渉に過ぎない圧力に屈せず、自国の歴史観を持つことは戦後の大切な作業だと思います。皆様はいかがお感じになりましたか？次回のテーマです。ナチの犯罪に立ち向かったバウアー検事です。チャンネル登録とよろしければ高評価ボタン、並びにコメントをいただければ嬉しいです。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。日本を元気に。